特にガソリンエンジンは光るんだな。直進安定性がめちゃくちゃいいです。もうちょっとどうにかなんないかなって個人的には思っちゃう部分があって、こんな感じになってるんですよね。なんかあれやりましょうよ。トラベルアシスト。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優樹です。今日はですね、前回内外装と使い勝手をお届けしてまいりました T クロスのマイナーチェンジ版である最上級グレードの R ラインですね。こちらご紹介していきたいと思います。装備もすごく新しくなったんですが、今回のマイナーチェンジの一つ大きなポイントとして、やはりですね、エントリーグレードから入ったトラベルアシスト、運転支援がね、すごくゴージャスになったということがあると思います。こちらの方ですね、追ってご紹介していきたいと思いますので、まずですね、この TSI のですね、元気のいい走りと、それからですね、ハンドリングの方を一般道で試してから高速道路に行きたいと思いますので、今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではですね、この T ロックの R ライン試乗していきたいと思います。マイナーチェンジということで、メカ的な変化とかね、例えば大きな刷新みたいなのはないんですけれども、ちょっとね、ユーザーにとって嬉しい機能がいろいろ追加されてフェイスリフトされましたよというのが今回の変化でございます。まあね、2020年、21年、22年と、3年連続で輸入 SUV の販売第1位。ね、登録者の中でということなので、その実力はお墨付きという感じなんですけれども、一番の魅力はやっぱりそのボディサイズと、それから手頃な車両価格と、それに加えてちゃんと輸入車らしいね、フォルクスワーゲンらしい走りがあるというところのバランシングだったんじゃないかなとも思います。改めてこの T クロスなんですけれども、初言的には1リッターのターボエンジンですね、 TSI と言われているガソリンエンジンが搭載されています。エコエンジンをね、フォルクスワーゲンがめちゃめちゃ作っている頃にですね、このダウンサイジングターボっていうものをですね、世に知らしめたのがこのフォルクスワーゲンだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、小さなエンジンをターボの力でこう効率よく、高効率でまた低燃費でですね回すというのがこのダウンサイジングターボの技術なんですけれども、エンジンだけでこれだけいい燃費を稼げるんだよっていうのを示したというのが TSI ですね。で、これのディーゼルバージョンが TDI と呼ばれてるんですけれども、今回この T クロスには TSI のみの展開というふうになります。こうやってね、ストップ&ゴーしてるとものすごいですね、このキビキビ感がめちゃくちゃ楽しいんですけれども、走りの話は後でするとして、この1リッターの TSI エンジンなんですけれども、1リッターターボです。で、116PS の200ニュートンメーターというですね初言があるんですけれども、このボディで200ニュートンメーターなので割としっかりとトルクが出ます。トルクのフィールっていうのをすごく強く受け取ることができるんですけれども、これがですね、私結構乗ってて、最初と最後というか、今もうこれで今日ね返却しちゃうんですけれども、結構ね長い間乗ってたんですよ。4日ぐらいこの車に乗らせていただいてて、ずっと試乗させていただいてるんですけれども、ここで、ちょっと気づいたことがね、乗ってるうちにいろいろ出てきたので、その話は追ってしていこうと思います。ともかく 116PS の200ニュートンメーターと、車に対しては十分なトルク、それからパワーっていうのを叶えているかなというふうにも思います。これ動画の後半にやってみようかなと思うんですけれども、トラベルアシストですね、ADAS がすごく新しくなりました。新しくなりましたっていうかね、もともとそのフォルクスワーゲンのこの ADAS っていうのは、非常に信頼性が高く、また使いやすいものでもありますが、それが最新世代になったよというのが、このマイナーチェンジでまたね、どんどんこういう先進安全系っていうのはちょっとずつ機能が追加されていくんですけれども、金太郎飴みたいに他のモデルのレベルが上がったら機能を搭載している同じブランドのモデルが全部底上げされるみたいな感じで、ステップバイステップというか、デイバイデイの刷新がされているのがこの輸入車のADASだと思いますので、その辺は後で試していきたいなと思います。で、この T クロスなんですけれども、やっぱりね、すごく扱いやすいですよね、サイズが。で、今回乗ってて思ったのが、前高はね、それなりにしっかりとあるので、車高選んだりもすると思うんですけれども、全幅、それから全長ともにですね、やっぱりね、こう日本で乗っててものすごい楽ちんなサイズだなっていうふうには思いました。
まず都心部を中心に今回はですね、千葉方面に割と何回か往復するっていうねドライブシーンがあって、都心部ではこのボディサイズのおかげで非常に取り回しがいい。このフォルクスワーゲンのね広報車の受け取り場所っていうのは本社があるですね品川と五反田の間ぐらいのところのビルの中にあって、もちろん駐車場がねスロープになってるんですよね。地下駐車場にぐるぐる降りていくみたいな感じなんですけれども、地下駐車場のスロープってめちゃくちゃ見切り悪いじゃないですか。もうそもそもなんか壁に囲まれてるところをですねすごいぐるぐる降りていかなければいけないので、結構ね一定ステアリングとかで回っていくの難しかったりするんですけれども、こういうところでですね意外とヒップポジションが高くて、それから結構窓が大きいので、ボンネットはあるんですけれどもそんな長くないのでね、こう見えなくなる視覚があまりないので、すごいねそういう視界の悪いところで、また条件の悪いところでも運転しやすかったなっていうのが一つ。あとやっぱコンビニ入れたりとか駐車場の駐車枠の中に止める時とかも、この四角いボディサイズのおかげで、ボディデザインのおかげで1回でパッて入れれるっていうね、こういう良さもあるんですよね。なんかそのディメンションをつかみやすいというか、縦横のこうねサイズ感をつかみやすいので、駐車枠にパコッと1回で止めてしまえるっていうですね良さもすごく感じました。WLTC モードでジッター17キロとかねいう燃費の数字が出てるんですけれども、燃費をねあんまり気にしなくてもしっかりとそれなりの燃費が出るっていうのが、このそもそも小さいエンジンに乗る理由だと思うんですよね。で例えば大排気量エンジンとかだと自分の足でいくらでも燃費を伸ばしていけたりとか、例えばそれこそ電動化技術に頼ったりとか、あるやつはね頼ったりとかして自分でちょっとこう工夫したりで燃費を伸ばせる楽しさっていうのはあると思うんですけれども、やっぱりエンジン大きいとそれなりに一回ねガバッと踏んでしまうとガバッとまたね燃料を使ってしまうっていうところもあるんですが、そもそも1リッターなのでどう踏んでもそんなに燃料を使わない。そんなに燃費が悪くならない、燃費の落ち込みがそんなにないっていうところもあって、こういうところもですねカジュアルに気軽に使えるところかなというふうにも思います。でエンジンの話なんですけれども、これね私本当に今回乗り始めてさっき言ったフォルクスワーゲンのね本社の地下の駐車場から出した時は、やっぱりちょっと電動化技術ないと厳しいんじゃないかなって思ったんですよ。っていうのも最近本当に自分が電動慣れしていて、ピュアなエンジンもの ICE がどんどんなくなっていく中で、輸入ももちろんマイルドハイブリッド増えてますし、国産車もねフルハイブリッドがあるっていう、あとねEV の市場が最近すごい多かったっていうのもあって、やっぱり電動技術の良さって走り出しのスムーズさに全て集約されてるかなって思うんですよね。だからアクセル踏んだら本当に電気のスイッチパチって入れるみたいに、時速0キロからもういきなりスッとこう加速が生まれる、そこの良さっていうのがやっぱり絶対的にあって、これに慣れると結構体がそういう風になっちゃうんですよね。なんですけれどもやっぱ ICE ってどうしてもペダルを踏んでからトルクが生まれるまでのタイムラグっていうのが気候的にあるので、ここがさらにエンジンがちっちゃいっていうことと相まって、あとねターボが効き始めるまでのちょっとスカスカ感っていうのもどうしてもあるので、やっぱりちょっとこの時代ダウンサイジングターボってもうちょっと古さ感じるなって実はちょっと思ったんですよ、乗り始めすぐは。なんですけどまさにこのターボが効き始めてくるエリアとかから乗り始めていると、さすがだと思うんですけれども、中高速域からもういきなりフィールがいいんですよね。だから最初のスカスカ感の印象を一新してしまえるぐらい、例えばこういうところちょっとね一瞬ねちょっとトルクの行き過ぎみたいなのがこう踏んでった時にもあるんですよ。特にローギアで2000回転いかないぐらいの時にこうアクセルペダルをずっとこう踏み込んでいくと、その辺で一瞬こうスカスカってするところがあるんですよね。こう思った以上に前に進まないっていうか、もう踏んでるのに前に進まないやんっていうようなところがエリア的にあって、ここがちょっと気持ち悪いところでもあって、でこういうところをめちゃめちゃ使うじゃないですか、地下中から上がっていく時って。だからやっぱ車体大きいし、この1リッターなーって思ってた分が、例えばですよ、今私高速道路乗りました。こういうところに入ってくると印象一転でめちゃくちゃ機敏で楽しくなるんですよね。リッターエンジンっていうとやっぱりねエコノミーなエンジンの、代表格みたいな呼び名ですけれども、いくら1リッターエンジンであれやっぱりフォルクスワーゲンのエンジンは中高速域で
今フォルクスワーゲンに反応してしまいました。ボイスコマンドがついてるんですけど、それ置いといて、フォルクスワーゲンのエンジンってやっぱり中高速域でこそ特にガソリンエンジンは光るんだなっていうことをですね、すごく感激したんですよ。だからすごく私の一つ大きな懸念としては、ディーラー市場の時にですよ、ディーラー市場ってやっぱりね、よっぽどこうね、走りに積極的なメーカーさん、もしくは高速道路の横にね、ディーラーさんがあるような店舗さん以外は割と高速道路まで試乗しに行きましょうっていうところ少ないような気がするんですよね。どうでしょうかね。で、そういうところのディーラーさん、特に街の中しか走らないよっていうディーラーさんで試乗されるお客さんは、そこの印象が全てだと思わないでほしい。私は乗ってるうちにこの T クロスの走り味っていうのになんかどんどん引き込まれていっちゃって、最終的にめちゃめちゃ楽しくなっちゃったんですよね。で、最初は何回も言うけどっていうところの方が大きくて、ちょっともたもたするな、ちょっとたるいなっていうところばっかり気になってしまって、なんかあんまりいいところを探せなくて、どうしようこのレビューって思ってたんですけど、なんとこれ3日間乗ってると、あれこんな良かったっけ、あれこんな良かったっけっていうところばっかりこう目についちゃって、一つがそのさっき言ったその高速道路とかに入ったりとか、中高速で走れそうなバイパスとかね、こういうところで走ってるとすごく、特に直線めちゃめちゃ気持ちいいです。もう一つ、これはディーラーでも味わえる部分ではあるんですけれども、飛び出しは割といいんですよ。グッと飛び出します。これはね、フォルクスワーゲンのちっちゃいエンジンの特徴というか、フォルクスワーゲンらしい走りでもあるんですけれども、アクセルペダルの動力に対して割と反応が早いんですよね、最初は。なのでこうググッと進むみたいな一番最初のフィールの良さ、タッチの良さっていうのは、この T クロスもちゃんと継承されているかなっていうような感じもします。なんですけど、繰り返し言う通り、その後ですよね、時速20キロから、40キロぐらいの間の部分が一番スカスカするし、ここが多分ね、1500回転から1800回転ぐらいのエリアなんですけれども、ここでのちょっと息継ぎ感というか、ここでのこのスカスカ感、もったり感っていうのがあるので、ここだけを超えてくると、ここだけね、ここがねちょっとトランスミッションとのマッチングなのかもしれないんですけど、ここだけが多分ねあんまり得意じゃない部分なので、ここだけを選んで走ってる人はこんななのみたいな、特に最近このハイブリッド乗ってたとかプリウス乗ってたとかそういう方はですね、こういうところのもたもた感がないようにシティスピードで一番モーターを感じられるようにセッティングされているのが国産のハイブリッド、特にねその電動モーターで走るところの領域のあるハイブリッドのこう花道の付け方なので、そこがこう全然違うよっていうところだけは理解しておくと、このフォルクスワーゲンの一番美味しいところ、その先にあるよっていうところが分かっていただけるかなと思います。さっきちょっと直線でっていうのを付け足したんですけれども、この直線でって言った理由としては、これもまたですね、これペダルもちょっと同じことが言えるので後で言及しますけど、ステアリングの反力が結構強めなんですよね、フォルクスワーゲンって。でその分切っていった時のこうルートの付け方、こう打角の付け方っていうのがすごくこうクリアで気持ちいい部分ではあるんですよ。なんですけれども、ちょっとね反力が強いので、例えば腕力にあまり自信のない女性の方だと、このハンドルを硬いって表現するかもしれない。戻そうという力が強いんですよね。だから保持するのにある程度の力が必要です。これフォルクスワーゲンの個性だと思います。で、アウディとかもねこういうとこあるんですけど、そうフォルクスワーゲングループが、いやでもアウディとフォルクスワーゲンだけだな。ポルシェそんなことないしな。ともあれ、ちょっとフォルクスワーゲンは割と反力が強めなので、ハンドルを戻そうという力が強いので、そこの味っていうのをこう理解しておくと、運転操作に迷いがないかなっていうふうにも思うんですよね。なのでまっすぐ走ってるとこの反力の強さがものすごいいい効果を表して、直進安定性がめちゃくちゃいいです。でそれは車の直進安定性とかじゃなくて、このハンドルの保持性が高いということですね。でもちろん車の安定性もいいんですけれども、車の安定性とハンドルのこの保持性っていうのがすごい高い、リンクをしているっていうところが一つ。だからまっすぐ走っていてめちゃめちゃ楽ちん、もうただただ楽ちんです。ペダルも割とそうで、アクセルブレーキともに割と押し返す力が強いので、結構しっかり踏まないといけないんですよね。
だから軽めの、ペダルに慣れてる人はですね、こう乗る時に結構しっかり踏まなきゃいけないなっていう感触を持つ可能性が高いです。でここも注意をしておいてください。でもその相対的にそういう操作の重厚さっていうのが、重厚っていう風にね、私はちょっと反力強いなって思うんですけれども、重厚っていうところにつながってくるフィールドだとも言えると思うので、だから結果的に輸入車らしいね、フォルクスワーゲンの味だねっていうところが、そういうところの評価にもつながってくるかなと思いますので、フォルクスワーゲンらしい味が好きな人はちゃんとエントリーグレードに近いですね、この T クロスもフォルクスワーゲンの味を持っているよというところは、喜ばしいところなのかなとも思いますし、反面は他のメーカーさんからね乗り換える人はちょっとこういう個性があるなっていうところを理解しておくといいかもしれません。なので、ハンドリングは非常にいいです。この座りがいい分ですね、割と自分の思ったように切る戻すっていうことを意図的にしなければいけないので、運転してるという感じがダイレクトに感じられやすい。なんか運転好きな人とかは、ハンドリング好きな人はですね、この車すごいドンピシャにいいかなと思います。ただ運転の中でこれは機能部品のうちの一つでもあるので、このね部品的にすごく好みが分かれるし、ここもうちょっとどうにかなんないかなって個人的には思っちゃう部分があって、それがねシートなんですよ。で実はこの T クロスのシートものすごい座面が長いんですね。でこれ内外装と使い勝手編でもリアシートでも言ったので、フォルクスワーゲンのシート作りのディメンション的におそらくサンプルボディになってる人が足長いんでしょうね。膝の前までの距離がすごい長いんでしょうね。座面がめちゃくちゃ長いんですよ。でこれもしかしたらね、前も同じこと言ったかもしれないんですけれども、ドイツの方大柄なので、そのドイツにベンチマークすると、もしかしたら日本の体型には全然合わないのかもしれないっていうことをすごく体格で思わせるのがこのシートで、座面が長いからふくらはぎの裏、膝の裏をめちゃくちゃ押すんですよね。でそのリップもちょっと上がってます。高いです。なので実際問題、膝がお尻よりも上がって、そこでペダルを踏まなければいけないので、結構ねドラポジ取りにくいんですよ、ズバリ言うと。例えばそのシートのリップが下がってると、ボディが L 字に寝てるじゃないですか。足の構造的に膝から足の裏ですねにかけての曲線が割とフォーミュラポジションで取りやすい。ちゃんと車を運転するドライビングポジションとしてドライビングポジションを取りやすいんですが、この膝が上がってることによってすねの長さと足首から先の足の裏のペダルを踏むところ、ここが角度が取れにくいんですよね。だからこの車でドライビングポジションを合わせようと思うと、意図的にシートを前にしてちょっと乗っかるみたいなポジションにしないと、ペダルに足が届かないんですよ、これまた。でペダルがまた上からの吊り下げ式になってるので、ちょっと高いところにあるんですよね。だから日本人、特に私は162センチで、さらに足のサイズも 23.5 なので、このペダルを踏む時に少しですね足が浮いてしまうんですよね。でこのドラポジの取りにくさっていうのがこのシートに由来してるので、シートさえこのシートの中厚の膝のところだけもうちょっと肉さえ抜いてくれればちゃんとポジション取れるのに、なんでこんなに分厚くしちゃったんだろうっていう感じ。これが助手席だといいんですよ。ゆったりするから、スポって体も入るし、ちょっとバケット形状みたいになってすごく気持ちいいところだと思います。けどこれを運転席に入れてきたことによってちょっとねペダルを踏みにくいんですよね。でアクセルはまだいい、ちょっと踏んでる時間も長いし、このアクセルの保持のためにポジションを探すための時間もあるから。けどブレーキペダルがまた高い位置にあるので、ブレーキペダルも足を床に置いて踏んでいきますよね。でその時にスカッてなっちゃう時あるんですよ、高すぎて。でそれは高すぎるのはもちろんペダルの位置が高いっていうのもあるんですけど、膝の位置が高いから足となんていうか親和性が低いんですよね。でここのペダルの踏みにくさ、ブレーキペダルはまたねなおのこと高いんですよ。で高いのにこの肉厚がシートの肉厚があるから、もうこんな感じになってるんですよね。なんか足首と足の関係性がもうこんなになってて、もう痛いわみたいになっちゃうから、もうちょっと足首って角度がこうなるんじゃなくて、こうなってる上で先の方で踏むと動力に余裕が生まれやすいし、踏み替えっていうのも楽だし、アクセシビリティが高いんですよ。けどここの
角度がこうなっちゃってるがゆえにもう踏むの難しいみたいになって結局あんまりいい効果じゃないような気がするんですよね。これがねちょっと本当に個人的にはもう本当に残念いいところの話に戻りますけれども、いいところといえばこれね内外装と使い勝手の時にもお話ししたんですけれども、この R ラインは18インチのタイヤ履いてるんですよね。で一番ベースグレードになるアクティブには、16インチからのスタートっていう風になるので、18インチって聞くとその1618って聞くと乗り味の変化っていうのがすごい気になるかなって思うんですけれども、この18インチを履いていてなおですよ、サスペンションのフィールというかその足回りのフィールがものすごいいいんですよね。でガツガツもしないし過剰に路面のあれを受け取るわけでもない、ピレリのその特性っていうのもあると思うんですけど、この丸みのあるね特性っていうのもあると思うんですけれども、とってもね足の感じがいいんですよ。めちゃくちゃジェントル、すごく滑らかです。優しい感じの当たりになっているっていうところが18インチっていうことを感じさせない。一般的に見て18インチも大きいタイヤではないですけれども、ベースが16からスタートするっていうことを考えるとやっぱりね16に対して18ちょっと硬いんじゃないかなっていうようなイメージあると思うんですが、もうイメージ16のイメージのまんま乗れるんじゃないかなっていうふうにも思います。だから逆に16になるとどんだけマイルドなんだろう当たりがって思って結構そこも気になるんですけれども、あんまり変わりないんじゃないかな。本当にねこの18インチの使い方の上手さっていうのはありますし、そもそも割とね粘るようなサスペンションなので結構突っ張り感のないねいい優しいねSUV らしい足になってるっていうところもファミリーモデルとしてもね受け入れられる部分なのかなっていう感じもします。このねサスペンションの滑らかというよりは割と軽やかな感じ、タイヤの設置のインフォメーションっていうのは受け取るんだけれども、それ全部結構軽やかにいなしていくような感じで、なおかつ突っ張り感がなくしっかりとストロークする感じっていうのはちょっとね個性的で他にはないようなフィールなので、ここすごくユニークな部分でもあります。こういう足の感じの車ってあんまり出会えないかも。どっちかが薄くなっちゃうんですよね。もうちょっと設置が薄くなっちゃうか割とどしどししちゃうかっていうところに偏ってしまいがちなんですけれども、こういうちょっと粘るような感じもあるんだけれどもちゃんと軽やかっていうね、こういうところを持っているサスペンションすごい個性的でもありますし、これがまた嫌な感じではなくて、さすがその辺はフォルクスワーゲンって感じがするんですけれども、すごい巧妙な味付けになっているので、明確で巧妙な味付けになっているので、こういうところもですね一つ大きな個性楽しい部分の一つではあるので、しかもねこれね T クロスにしかない気がする。T クロスでしか味わえないのでこの味のサスペンションってで、そこもね楽しんでいただけたらとも思います。さあそれではですねあれやりましょうよ。トラベルアシストね IQ ドライブっていうんですね。はい。でこれは、このステアリングの中にあるメーターと車のボタンみたいなのがステアリングのボタンの中にあるので、そこを押して、それからですねプラスマイナスで速度を合わせればいいだけという感じになっていますけれども、それも押すだけです。でこのフォルクスワーゲンのすごいのが280キロぐらいまで担保しますみたいなことを言ってるんですよね。でこの幅広さっていうのを考えると、いかに普通の領域の走行域に自信があるのかなっていうところも考えが及ぶところで、非常にそこが信頼性高いんですけれども、速度の回復だけは、前の車がね一気にどいたりとかして速度の回復するところだけは若干の、急瞬間というかねグーって加速していくなみたいなところはあるんですけれども、それ以外はものすごい滑らかです。でもうすごく使いやすいので、そこもぜひね使っていただけたらなと思います。ボタン一つでね高速道路、今ねちょっとタラタラしちゃったんですけど、日曜日の午後なので結構タラタラしちゃったんですけれども、こういうね最近車非常に日本の道路多いですから、高速道路ではやっぱりこういう機能に頼って一つ疲労を軽減させて、明日の活力にするっていうのもいいんじゃないかなと思います。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、というわけで今日はこちら T クロス一般道市場をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。久しぶりにねこのフォルクスワーゲンの小さいエンジンね T サイエンジンTSI 乗ったんですけれども、すごいねこれならではの面白さがあって、ちょっとディーラーのちょい乗り市場では思いが及ばないようなところに楽しさがあるので、ちょっとね長めに乗っていただくことをねお勧めしたいと思います。なかなかね市場では叶わないかもしれないんですけれども、その先にプレジャーがあるよというのをですね期待しながらぜひですね購入される方は
楽しいカーライフを送ってください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。